はい、山です。ご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマは、彼は運命の人というテーマでやっていきたいと思います。見た時がタイミングになっておりますので、ご覧になってください。それでは、赤、青、黄色のうち直感で一つお選びください。複数お選びいただいても大丈夫です。概要欄の方に開始時刻がありますので、そちらをご覧ください。彼は運命の人をリーディングしていきたいと思います。目線は彼目線で、彼、の心境状況を見ていって、今後の展開、あなたとの関係性などを見ていただければなと思います。はい、それでは彼は果たして運命の人なのでしょうか。いきたいと思います。はい、まず現在の状況としましては、ザ・ムーンとクイーン・オブ・ワンズ、なんかこう今あなたとの関係というものは少し停滞というか、自分たちが求める理想計画に対して、うまく進んでいない、まだかなと非常にもどかしい気持ちなんじゃないでしょうか。これは非常にあなたも感じていることなのかなというふうに思います。ですのでお互いがまだ進捗が進まない、これがお二人の中で少し、マンネリだったりを生んでいる原因なのかなというふうに思います。クイーン・オブ・ワンズ、非常にねこう彼がねあなたに向けるこの強い思いだったりとか、こう包み込むような優しさだったりとか、を感じます。これはねこうかなりすごい強いものになりますので、あなたに対する思いというものはかなり、明確にあるのかなというふうに思います。現状のこの2枚を見る限りですね、彼はねあなたのことを非常に大切にしているですが、なかなか思い通りに前に進まない、そういうふうに感じているんではないでしょうか。はい、表面的な心理、潜在意識ですね。やはりこうすごくストレスというか神経質になりがちなのかなというふうに思います。今そのあなたとの関係、これはね前に進まないのはお二人だけの問題ではなく、違うところの問題があり、それを解決することに非常にこう頭を悩ませている、そんな状況なのかなというふうに思います。ですので結構こう短期的に、解決できるとはあまりお二人とも考えていないのかなというふうに思います。これ何なんでしょうね。非常にこのカードを見ていただくとソードがあり、ベッドで悩ましいふうに考えてますね。はい、深層心理を見ると、これもやはりそう今までのストレスという部分だったりとかにより、警戒心、自分の行動を制限するようになっているのかなというふうにも思います。ワンドがあり、一人を立っているワンドの9、非常にねあまり前に進めたがらない、そういう意思を感じます。このね4枚のカード今のところまとめてみると、非常にこう外的要因により、前に進むことを止められているとか阻まれている、そういったものを感じますね。じゃあ過去のカードを見ると、キングオブカップ、非常にこうやはりね先ほどのこちらのクイーンオブワンズと合わせてみると、非常に人としての、風格であったりとか、人格だったりっていうのを兼ね備えている部分があり、あなたに対しての守りたいっていう思いは非常に強いのかなと。ですのでこう運命の人というところで見ると、彼はあなたに対して強い思い、これを抱いているので、かなり運命の人というふうに言ってもいいのかなというふうに思います。ですがその運命の人があなたとの関係を非常に阻む外的要因により、うまくいかない状況なのかなというふうに思います。はい、それでは今後近未来どうなっていくかというのをお話していきたいと思います。ナイト・オブ・カップ、これも
比較的順調に進むことが見えております。恋愛がうまく進む、今あった状況をね阻むような、外的要因、これもねなかなか徐々に解決しつつあるので、非常にあまり心配にいらない状況に行くのかなというところ、もともとあなたに対する思いというものも明確にあるので、なんか自然と良くなっていくのかなというふうに、見えてきます。はい、周辺環境と、彼の心境と立場、状況と立場、ザ・タワーの逆位置、非常にお相手、彼がというよりはあなたがですね、非常にナイーブな方で、非常にストレスだったりとか、この状況に対して、ショッキングな捉え方をしてしまう、それによってお二人の関係が揺らぐ可能性があるよと、それは何かというと、お相手があなたに対して今までより少し優しくしてくれないんじゃないか、尽くしてくれないんじゃないか、そういう思いがあなたの方に、あなたが考えるようになったため、少しなんて言うんですかね、お相手をね振り回してしまう、そういった感情になってくるのかなと。非常にこれからのお二人の関係っていうのは良くなるんですが、あなた自身がそれを不安定にしてしまうような心境になっている、これがね今後ちょっと気をつけなきゃいけないポイントなのかなというふうに思います。はい、それでは、結論とその理由ですね。ですね、結論言っちゃいますと、非常にいいですと。この左のカード、これは将来に対する展望の明るさ、だったり明確に、それに推進するというふうな意味を持っておりますので、かなりお二人の関係はいいですと。で、右側のカードもそのお二人の関係の中で大事なもの、これをねしっかりと抱えた上での一緒に歩いていくというふうに出ているので、非常に全体の流れからしても、結論のカードからしても、お二人というものは運命の人と言って、過言ではないくらい、順調に前に進むのかなというふうに思います。はい、それではまとめとアドバイス。ですね、まとめとしては、お相手は今あなたに対して非常に、強い思いを抱いていますと。で、人格や風格も兼ね備えた方でありますが、外的要因によりなかなか前に進めないような状況にすごくストレスを感じて、なかなか行動が進まないようになっております。ですがこれからは非常に順調にあなたとの関係が前に進むというふうになっておりますので、安心できればと思います。で、ここで注意しなきゃいけないのは、彼がではなくあなたが少し神経質になり、お相手に対して少し当たってしまったりとかいう状況が想定されます。それはお相手が今までより少し優しくしてくれないんじゃないかなとか、尽くしてくれないんじゃないかなというふうに感じてしまうというのが原因ですが、全然そこの点は問題ないですと。で、これからの結論を見ると、将来の展望は非常に明るく前に進んでいけるかと思います。しかもお二人の価値観というものも明確に合っているので、かなりお二人の関係性は良いというふうに思います。結論を言うと、もうお二人は運命の人で、このまま順調にいくというふうに考えていただければなと思います。で、最後アドバイスなんですけども、やはりお二人の関係というのは非常にいいんですが、いいがゆえにあなたが少しお相手に当たってしまったりとか、もっと要求してしまったりとか、そういった面も少し出てくる可能性があるので、そこは注意していただければと思います。変にね、今の状況がなかなか進まないからといって不安になる必要はないのかなというふうに思います。はい、それでは以上で赤のリーディングを終了いたします。はい、それでは青を選んだ方の彼は運命の人をリーディングしていきたいと思います。目線は彼目線で、彼の心境状況を見ていって、今後の展開、あなたとの関係性、
そしてあなたは本当に運命の人なのかどうかをリーディングしていきたいと思います。それではいきたいと思います。まず最初の、彼の状況のカードですね。ワンズの2とジャッジメント。これね、今もしかしたら、彼とあなたの関係というのは若干こう離れているような、状況かなというふうに思います。それは、どちらかというと彼がね、引くというか、こう状況が良くなるためには一旦彼の方から引いた方がいい、離れた方がいいんじゃないかなというふうな判断をされている。そのため今少し停滞というか離れた状況になっているのかなというふうに思います。で、ジャッジメント、これ右のカードを見ていただくと、非常にこうお二人の関係というのがこれから復活上昇気流に乗っていくというふうに解釈していただければいいのかなというふうに思います。ですので今、少しね関係が良くないなとか離れてるなと感じてたとしても、彼はあなたとの関係をより良くしたいというふうな意識を抱いているので、その点をねあまりね心配しなくてもいいのかなというふうに思います。はい、これが現状として出ております。表面的な心理、健在意識ですね。ザ・黄金のカードが出ております。結構こうお相手、彼はねあなたに対して非常にこう厳格なルールというか、モラルだったりとかそういったものをね、大切にしたいというふうに感じております。ですのでお相手から非常にこう失礼なことだったりとか、これはないなということをされることって、あまりないのではないでしょうか。だから非常にこうあなたを大切にしているからこそそういったことがないというふうに言えます。ですので非常にこうあなたのことを大切にし、すごくこれからも一緒にいたいという思いはね、非常に伝わってくるのかなというふうに思います。はい。では、深層心理、テンパレンス、やはりね、深層心理は予定通りにいかないなと、いうふうに思っていると、自分自身がこううまくいきたい、あなたとの関係はやはりうまくいかせたいという思いがあるんですけども、何かこうお二人の間で溝だったりとか、壁だったりとか試練だったりとか、そういうものが生じてしまって、ちょっともう早く解決したいのにな、うまくいかないな、どうしようみたいな、そういう気持ちに、なっております。はい。では過去で見るとページオブペンタクル、これどちらかというとこうあなたに対して何かしらのあなたとの関係の中で、アドバイスだったりとか受けたいという意思をあるにもかかわらず、それをなかなか受け入れられない、だから2人の関係っていうのはなかなか前に進まないというふうな、ことを暗示しているのかなというふうに思います。ここまででちょっとまとめてみますと、まずあなたとの関係が非常にちょっと離れたものとして、捉えている。それは、あなたとの関係が、嫌だというふうに感じているのではなく、よりね良くするために、一旦離れた方がいいんではないかという彼の判断により離れている。ですのであなたに対して、嫌いという気持ちはなく、すごく逆に大事にしていきたい。そして予定通りに進まないことに対して周りからのアドバイスを、受ければいいのになかなか受け入れられない、そういった彼の心境が、出ております。非常に何ですかね、結構ルールというか自分のね常識とかにとらわれすぎちゃっていて、なかなか周りのアドバイスを受けられない。そのためあなたとの関係を良くしていきたいんだけどもなかなかできない、そういうふうな状況が見て取れます。ですのでこの状態でいうと、あなたに対する気持ちっていうのは非常に強いというものは見えてきますね。はい。それでは、近未来どうなるか。エンプレスですね。はい。これはね、良かったですね。
非常にこうお二人の関係っていうのがもうかなり、充実したものとして、出てきます。それは今までね、2人の中であったこうお金の問題であったりとか、どうやって関係性を深めていくかとか様々なね、問題あったと思うんですけども、それもね大体解決していくのかなというふうに思います。なんかあんま、前はねちょっとこんな、ちっちゃいことに悩んでたんだとか、なんかそれくらい思っちゃうくらいすごくどうでもよくなるくらい、非常に充実した関係性っていうのが近いうちに築かれていくのかなというふうに思います。非常にいいですね。だからはい、では今後の周辺環境と、お相手の立場状況、気をつけなきゃいけないのは、あなたとお相手というものがあまりこう対等というかコミュニケーションが対等ではない、いうふうに感じてしまうこと。あなたにとって彼が少し、上の存在というか割と厳格な存在、として捉えて、なかなかこうあなたが自分の意見を言えなかったりとか、お相手の思い通りに、してしまったりとか、なんかそういったものが今後あるのかなというところ。それによって、彼の方から、亭主関白まではいかないですけど、割とこう自分の方で支配というかコントロールしていくっていう関係性っていうのが強まっていくのかなというふうに思います。これは決してこう悪いふうに捉えていただくのではなく、お二人の関係性がよりねうまくなるために彼が男らしく引っ張ってくれるというふうに感じている。でそれをあなたが、任せちゃうと、いうふうな感じなので、関係性自体は非常に良くなるかなというふうに思います。ですがね、あなたがはい結論とその理由、これね、関係性自体はうまくいってるんですけども、要は、運命の人かどうかっていうところで言うと、この先ほどの流れで見ると運命の人ではあるんですけども、ですが最終着地点っていうのが多分お二人の中であると思うんですよ。それに今すぐ行くかというと、今すぐちょっと行けない、時間がかかるよと、時間が行くっていうのはやはりその過程の中でプロセスの中で非常に大変な思いだったりとかはするんですよ。それによってすぐに、再着地が出ないということによって、お二人は少し困難な状況になります。ですがね、まずね、そもそものお二人の運命の人かどうかで言うと、かなり運命な人で充実している。で最後の最後でね、少し若干の反対に合うのかな、周りから。それがねちょっとね、ネックなんですけども、乗り越えられると思います。お二人のこの運命の人だというふうな強い思いさえあれば乗り越えられるので、その点はご心配なくしていただければなと思います。はい、それでは最後まとめとアドバイス。まとめとしては、お相手は非常に今あなたと離れている状況になっていますが、あなたとの関係性をより良くしていきたいがために一旦離れているふうに考えていただければなと。またお相手は自分の厳格なルールだったりを設け、周りからのアドバイスをなかなか受けない方である。そして、今まで予定通りに進んでいないことをすごくもどかしく感じている。これからは非常にあなたとの関係性は非常にうまくいく。ですがお相手が非常に何でもコントロールしてくれるので、あなたはそれに頼り切ってしまう部分もあるんですが、それはお二人の関係上すごく前向きなものとして捉えてください。はい、で最後、お二人という関係は非常に運命な人というふうに言って過言ではありません。ですが、最後の最終着地点である目標に関してはすぐに達成するとは限らないので、しっかり関係性を深めていけばお二人というものは非常に良い関係になってくるのかなというふうに思います。ですので運命の人という中で言うと、困難な状況というものはありますが、かなりお二人というのは運命な人の運命な関係というふうに捉えていいのかなと思います。それでは青のリーディングを終わりにします。はい、それでは黄色を選んだ方の彼は運命の人というリーディングをしていきたいと思います。目線は彼目線で彼の心境状況を見ていって、
今後のあなたとの関係性、などをリーディングしていければなと思います。果たして彼はあなたの運命の人なのでしょうか。はい、それでは行きたいと思います。はい、まず彼の今の状況、心境からですね。非常に彼はですね、非常にフェアな方なんですが、今の状況に対して、少し不満を抱いていると。それは今までのお二人の関係は非常に良かったものとして、徐々になんか崩れてきている部分がある。これ何なんですかね。お相手彼にとって、あまり、良くない、態度を取ったりとか、要はあまり、優しくしてくれなかったりとか、そういったものを感じていると。だからお相手は彼はあなたからの優しさだったりとか、そういったものが少し今足りないんじゃないかなと。ちょっと足りないから、あなたと一緒にいるというものが少し楽しくないよと、そういう不満を今、抱いているのかなというふうに思います。2枚ともね逆位置なので、少しあなたへの感情のパワーが、減っている、そういうふうに、捉えていただければなと思います。表面的な心理、これはですね、やはり今先ほどのカードと一緒で逆位置に出ておりますと。すごくプレッシャーに感じる状況で、あなたとの関係に、重荷に感じている部分があると。これはね、でもこのカード自体はあなたが嫌とか嫌いだけでなく、嫌いっていうのではなく、そういった、周りの環境などによってどうしてもプレッシャーに感じざるを得ない、そういうふうな関係性なのではないでしょうか。ここね3枚ともね逆位置に出てるのが非常に、気になるところではあるんですけども、何か影を落とすような、ことがあったのかなというふうに思います。深層心理を見てもね、やはり今の2人の状況っていうのは非常に深刻な状況ですと。これ何かあなたのあなたの状況というのが非常に辛いものであり、それを支えきれないほど辛い状況なので、彼もかなり参っていると、辛い気持ちになっているというふうに思います。ですのでこれね、あなたがね今結構非常に大変な状況にいるため、お相手はそれをケアしようにもなかなかうまくいかない。ですので非常にプレッシャーの感じる状況なのかなと。こちらを見てみると、逆位置に出ておりますクイーンオブソード。あなたとの関係性っていうのを何か清算をするべきな方がいいんじゃないか、あなたとの関係っていうのはこれからうまくいくのだろうかって非常に、心配する気持ちとして出ております。ここまででまとめると、これ全体的に逆位置に出ているので、今あなたを巡る環境っていうのは少し、大変ではある。それをケアするために彼は非常に、プレッシャーに感じていて、なかなかあなたに対して、思いやりを持てない。なので過去に少し、離れるだったりとか、そういった決断をするべきなんじゃないかなというふうな思いがあったというふうに出ております。はい、今ちょっとね大変な状況なんですが、じゃあ今後ねお二人の関係がよくどうなるか、そして彼は運命の人なのかどうかっていうものを見ていきたいと思います。はい、ページオブワンズ。やはりしばらくはこの状況を打開するためにお二人の中での解決策というのは、見つけるのが難しいと、誰かのヘルプ、助け、サポートが必要となってくるのかなというふうに思います。なのでね、結構お二人の関係が悪いというよりは環境をどうにかしないと、劇的に良くならないよと。それを2人だけでは解決できないので、これかなりね、絶対的なサポート、これね見つけるべきなのかなというふうに思います。もうね、これはねちょっとね、運命の人という前に状況として非常に、深刻なのかなというふうに出ております。じゃあ今後どうなるかという
周辺環境と状況立場、やはりねまずね今回の本題っていうのは運命の人かどうかなんですけども、ここの左の側のカード出ていますね。お二人っていうのはかけがえのない、分け隔てない関係になりたいという意味のカード、これが出ているので、すごくね運命の人というかかけがえの存在としてはいたいというふうに感じている。ですが右側のカード、それをその行動だったりとかを阻むような環境があるよと。これからもやっぱ今の状況を脱するには非常に大変だと。これは何なのかなと。でも外部的な要因をやめるにはなかなか難しいというふうに出ております。何なんでしょうね、2人の関係。はい。ですね、これはね全体的に逆位置に出ております。今、2人の関係というのを運命の人かどうかでいうと、あなたとの関係を非常に前向きに捉えたいという思いは強くあるんですが、その周りの環境によって阻まれると。まず運命の人かどうかでいうと、運命の人に近い部分があります。ですが今までコツコツやっていたものを崩されてしまったりとか、お二人の関係を阻むものがあり、それによってなかなかうまくいかないと。なのでね、今回これお二人の気持ちの部分でいうと運命の人とは言えるんですけども、周りの環境、今の状況にかなり影響を持たれているというふうに思います。で、まとめで言うと今の状況というのは非常に、かなり大変に感じていて、なかなかねこれはあなたの状況というものが、原因となっている。これからも誰かのサポートが必要と考えているが、なかなかそれが解決し得ない。これはねタロットっていうのはね、予言というよりはこうなりやすいという状況を示しているものであり、それを回避するためにどのようなアドバイスをするかという話になってくるんですけども、今回ねこの状況を打開するために何が必要かってお話をすると、絶対的な解決しているサポーターと話を共有すること、これが非常に大事です。お二人だけでは今の状況っていうのは解決し得ない。仮にお二人の中で気持ちというのは強いものとしてあるんですが、それはお二人だけでは解決できない。これをまず見つけること、それからですね、それをしないと今全体的なカードとして逆道に出ているので、周りに引っ張られて悪くなってしまいますと。そうですね、黄色のカードの方はちょっと辛口になってしまいましたが、これね非常にまだ前向きになる可能性があるので、ぜひね、あまり悲観的にならずに、お過ごししていただければなと思います。はい。でそうですね、以上で黄色のリーディングを終わりにします。